俺の結婚式、欠席してほしいんだよね。突然の敏夫の言葉に、私は耳を疑った。え？どういうこと？どう考えても無理だから、スナックのママが俺の母親だなんて、恥ずかしくて紹介できないんだよ。息子の言葉に、私は涙をこらえるのが精一杯だった。私は朝子、45歳。一人息子の敏夫はすでに就職し、27歳になった。夫はいない。なぜかというと、今から22年前、息子は5歳、私が23歳の時に、夫が飲酒運転のトラックに突っ込まれ、亡くなったからだ。当時は悲しむ暇なんてもらえず、とにかく必死だった。当時、スキルもない専業主婦の私は、とにかく仕事をして自分で稼ぎ、夫の保険金はできるだけ息子の将来に残したかったからだ。そんな時、親友の美智子が紹介してくれたのが、とあるスナックだった。そのお店のママは、子供がいる私を気前よく雇ってくれた。今でもお世話になったママには足を向けて眠ることができない。ママは面倒見がよくスナックの2階を賃貸として住めるようにしてくれたので、子供の心配もせず仕事ができたからだ。今では私がお店を受け継ぎ、ママを務めている。本当に人に恵まれたと思う。今日は嬉しいニュースを聞いたので、感情が隠せず鼻歌を歌っていると、今日は一層機嫌がいいね。何かあったの？カウンターに座っていたお客さんが声をかけてきた。実は息子が結婚するのよ。おー、それはおめでとうございます。本当に大切だと言ってましたからね。私は日頃から息子の話を常連客に話していたのだ。寂しいですが、それよりもやっぱり嬉しいです。スナックで働きながら女手一つで育てた息子が結婚。幸せになってほしい一心で、高校、大学も行きたいところに行けるように応援した。本人がしたいと言ったことは、すべて否定せずチャレンジさせてきた。息子は幼い頃、将来は大企業に勤めて楽をさせてあげるとも言っていたな。私は息子が幸せになればいいと思い、いつもありがとうねと返していた。そんな時、ふとスマートフォンが鳴った。画面は敏夫と表示されていて、私はすぐに電話を取った。もしもし、今あなたの結婚のことを話していたのよ。そのことなんだけどさ、欠席してほしいんだよね。突然の敏夫の言葉に、私は耳を疑った。え？どういうこと？どう考えても無理だから。スナックのママが俺の母親だなんて。相手の親には俺には身内がいなくて、かわいそうな境遇ってことになってんのよ。言ってる意味わかるよね。それなのに来ちゃったら、俺の嘘がバレちゃうでしょ？驚きのあまり、私はスマホを取り落としそうになった。そんな嘘、なんでついちゃったの？嘘をつかせたのは母さんだからね。こっちを責めないでよ。冷たい口調の敏夫に、私は面食らっていた。ちょっと、どういうことよ。こっちはさ、お母さんの職業のせいで、何度も恥ずかしい思いをしてきてるの。彼女のお父さんは、有名企業の社長なの。次期社長って決まってるんだよ。新居の住所を教えることもないし、連絡先も変えるからね。金輪際、俺の人生に関わらないで、ずっと惨めで辛かったんだ。スナックから学校や職場に通う、俺の気持ちがわかる？私は敏夫の言葉に、
がっくりとうなだれた。わかったわ。そこまで言うなら欠席で送るね。ごめんね。辛い思いをさせて。私だって夫が生きていて当たり前の家庭だったら違ったかもしれない。でも当時はそうするしかなかったが、息子には関係のない話なのだろう。心臓がぐっと締め付けられるのを私は悟られないように気をつけながら、結婚本当におめでとう。お父さんもきっと喜んでるわ。はあ、そんなわけないでしょう。どこにいるかも知らないのに。それを聞いて私はハッとした。もしかしたら息子は勘違いをしているのではないか。遠くに行っちゃったんだよっていう小さな頃からの話がきちんと伝わってないようだ。私は急いで事実を伝えようとした。違うのよ、敏夫。あれはそういう意味じゃなくて。うるさいな。とにかく俺は過去を捨てるって決めたの。一体息子はどうしたんだろう。こんなにも話を聞かない子だっただろうか。結婚式は友達と会社の人だけ招待するよ。会社や友達にも親はいない設定にしてるしさ。本当に出てこられちゃ困るの。じゃあ元気でね。こんなに電話を続けたくないほど嫌われていたのか。わかった。お幸せに。そう言って通話を終えると、がっくりしながらスマホを机に置く。しかし私は思った。息子は大事なことを忘れている。敏夫は長年スナックのママを務めたらどういうつながりができるか想像できないようだ。どんな人だって長年人と接すればいろんな経験を得られるものだ。そこに職業の種類は関係ないだろう。敏夫はまだ社会人になって日が浅い。確かにスナックのママなどの水商売という仕事は世間では理解されにくいことは私たちも承知している。私だってこの仕事をするまでは偏見もあって、夜のお仕事は恥ずかしい、情けない、そんなイメージを持っていた。実際に下心のあるお客さんもいたが、お酒、会話を楽しみに来るお客様もいる。この仕事について初めて分かったことだが、来てくれるお客様の方が偏見を持っていなかったのだ。だから形式上、お客様と言ってはいるが、今では恩人、友人と思っている。仕事で溜め込んだ愚痴や悩みは、ここで解消する人も多い。悩んだ部下を連れてきて、一緒に慰めたり。おかげでこの年ではあるが、私の人脈はとても広くなった。20代から80代と本当に広いのだ。引退した人も今でも顔を出してくれる。ごく一部の親しいお客様はこちらの事情を知っているので、息子の話もちらっとしている。さすがに詳しくは話してはいないが、みんな応援してくれている。そんな私にこんなひどいことをして、敏夫は大丈夫かしらと私はふと思った。どうかお幸せにと私は心の中でつぶやいた。そして結婚式当日、私はいつも通りに店を開け、たくさんの常連客に囲まれていた。すると目の前にいたお客さんの電話が突然鳴り、発信者の名前を確認するとスピーカーにして私に聞こえるように会話を始めた。その相手はなんと敏夫だった。敏夫は慌てふためいた声でそのお客さんに訴えてきた。もしもし、もうすぐ式が始まるんだけどさ、友達が誰も来てないんだけど、お前は今どこにいるの？早く来ないと間に合わないぞ。早く来てよ。はあ？お前よく電話してきたね。俺たちには
両親は小さい頃に亡くなっていて、親戚の家で寂しく過ごしていたって言ってたよな。俺、お気に入りのスナックがあるんだけど、そこのママが息子が結婚するって嬉しそうにしていたのに、急に落ち込んでたから心配になって訪ねたんだよ。そうしたら、落ち込んでた原因は息子の結婚のことでさ、そのまさかの息子がお前だって分かったんだよ。だからみんな、それ聞いて行くのやめたのよ。もう連絡もしないでくれよ。そのお客さんは、敏夫の友人だったのだ。電話口の向こうで、敏夫の不安げな声が響いていた。どうしたの？大丈夫？結婚相手の弥生の声がした。なんか、友達が来れないって。急にどうしたの？来賓の方々に何て言えばいいの？今日は父の取引先や私がお世話になっている上司、父親の友人まで来ているから、中止なんかしたらお父さんが激怒するわよ。そんな二人を見て、式場のスタッフが二人に声をかけてきたようだ。新郎様のご来賓の方々から次々とキャンセルのご連絡をいただきまして、現在は神父様のご来賓の方々からも欠席のご連絡が相次いでおりますが、当日キャンセルですと全額負担になってしまいますが、いかがいたしますか？と聞いている。私のところでも？一体どうして？そういえば、あなたの会社の方々は？敏夫ははっとしたのだろう。そういえば、来賓者や友人だけじゃない。社長まで来てないじゃないか。そこで、敏夫は電話を切った。すると今度はカウンターの別の客のスマホが鳴ったのだ。その客はため息をつきながら私に会話を聞かせた。もしもし、社長、結婚式のお時間が迫っておりますが、今はどこにいらっしゃいますか？敏夫くんかね。今日の結婚式は行くことができないよ。その客は敏夫とは正反対に落ち着いた口調で言った。どうしてでしょうか？君ね、両親は早くに亡くなったって言ってたよね。君のお母さん、朝子さんって言うんだろ？どうして嘘をついていたんだい？電話口でもわかるほど、敏夫は動揺していた。一体、どこでそれを？君は死者だから知らないかな。信じられないと思うが、朝子さんはね、僕の恩人であり、行きつけのママなんだよ。だから君が私に仕事の相談の電話をしてきたとき、いつも僕は朝子さんのスナックにいたときに知ってたんだよ。君の悩みを聞いて解決してたのは朝子さんだ。それでね、実を言うと、朝子さんと私は今、交際しているんだ。真面目に仕事をしている姿に惚れてしまってね。まさか息子さんがうちの会社にいるとは思わなかったけどね。朝子さんも驚いていたよ。でも、すべてを聞いたから私はいけない。それより今後の君のことだけど、休日明けに話をしないといけないね。では。彼が電話を切ろうとすると、弥生の声が聞こえてきた。今こっちの取引先や上司や父の知り合いに連絡をしたんだけどさ、新郎の敏夫くんはありえない。君が彼と結婚するなら、我々はお付き合いを考えるって。ねえ、敏夫、あなた一体何をしたの？そこまで聞いて、彼は電話を切った。すると今度は私のスマホが鳴ったのだった。はい、もしもし。私は何も知らないふりをして電話に出た。あ、お母さん、今どこにいるの？あら、敏夫、今日は結婚式よね。今は式の時間でしょ？
ちょっと待ってよ。俺の友達も会社の上司も弥生の関係者もみんな来ないんだよ。っていうか、うちの社長と恋人って俺の友達と知り合い？全部聞いてないぞ。敏夫は上ずった声でがなり立ててきた。だってあなた聞かないじゃない。就職した途端連絡もよこさないで。昔からあなたは人の話をよく聞かないわね。だからこうなっちゃったのよ。私が思うに弥生さんの来賓の方も多分私のお客様なのね。社長の高橋さんとお付き合いする時だって電話したけど出なかったのよ。お父さんの件だってね、あなたが高校を卒業する時に真相を伝えたわよ。あの時にお父さんは交通事故で亡くなったって伝えたはずよ。やけにリアクションが少ないからもともと感づいていたのかなと思っていたのに。私は敏夫にゆっくりと説明した。そんなの知らない。だったらなんでこんな嘘をつく必要があったんだ？嘘から出た誠と言うんじゃない？まあ、私まで死んでる設定とは思わなかったけどね。とにかくもう関わらないんでしょ？切るわよ。これからも頑張ってね。電話先ではギャーギャーとうるさかったが、私は電話を切った。ふうとため息をつくと、彼は優しく肩を寄せてくれた。そう、たかしさんだ。たかしさんがそばにいてくれたから、落ち着いて電話に出られたのだ。本当は、敏夫には結婚をして幸せになってほしいと思っていた。どうしてこうなったのかしら。育て方を間違えたのかな。いや、どんな過酷な環境でも立派に育つ子だっている。どう育てるかじゃなくて、どう育つかだと僕は思う。敏夫君はもっと広い視野と聞く耳を持っておかなければならなかった。なんだか胸が軽くなった気がする。今度はお得意様の源一郎さんから電話がかかってきた。はい、どうしたの？もしもし、朝子さん？今から面白いことをするからスピーカーにして聞いておいて。今日は忙しいな、と不思議に思ったが、早速スピーカーにした。バーンと大きな音が聞こえる。ドアが開いた音のようだ。おい、一体どういうことだ？君、朝子さんの息子だったのか？え？お父さんまでどうしてそれを？敏夫の声が聞こえた。やはり事実か。見損なったよ。弥生、結婚はやめなさい。なんと、お得意様の源一郎さんは婚約者の父親だったのだ。残念だよ。君は早くに両親を亡くして、それでも懸命に生きてるのを見て、私も似た境遇だったから感動していたんだ。こんな裏切りがあるか？違うんです、お父さん。私をお父さんと呼ぶな。源一郎は大きな声で敏夫の声をかき消した。君の勤め先の社長さんと私たちの会社は取引があるのを知っているかい？敏夫ははっとしたようで、まさか。私も連れて行ってもらったことがあるんだよ。と言っても知り合ったのはここ最近だが、頻繁に行かせてもらっている。会社の悩みや今回の結婚について、たかしくんに相談したら、いいお店があるって紹介されたんだ。今度、娘も連れて行こうと思うほどいいママさんがいてね。ちょうどそのママさんである朝子さんも、息子が結婚するんですとすごく嬉しそうに言っていたよ。娘の結婚でいじけていた私にも、結婚したからといっても娘には変わらない。一番祝うべき親がいじけていたら娘が悲しむでしょうと言ってくれた。なのに君と言ったらなんだ。嘘はつくし恩も忘れて、
親にとって一番の裏切りだ。敏夫はどうやら翻訳者の弥生さんにすがったようだ。なあ、弥生。お前は俺の気持ち分かってくれるよな。夜の仕事の親を持つ気持ち、恥ずかしいし、言えないんだよ。隠していなかった頃は、それでいじめられたし、俺は被害者なんだよ。バチンと聞こえた。頬に一発かましたような乾いた音だ。ふざけないで。確かにいじめられたこととか恥ずかしい気持ちは否定しない。被害者かもしれない。でもたった一人の母親、ましてや大事に育ててくれた母親に対してひどいよ。私の友達にも夜の人間はいるの。その子は親がまともじゃなくて弟の学費を賄うために働いているんだけど、それって恥ずかしいこと？あなたのお母さんもあなたを立派に育てるために一生懸命働いただけでしょ？被害者のうちは同情するけど、それを理由に加害者になったら同情なんてできない。何よりそんないじめてきた人間と私は同じように見られたってことでしょ？そういう信頼が築けないなら結婚なんて無理。籍を入れる前でよかった。式は中止しましょう。突然の弥生の言葉に聞いていた私も驚いた。ちょっと待ってくれ。このままじゃ俺はどうなるんだよ。幸い今回の式は来賓者がほとんどいない。スタッフの方、申し訳ないが中止と伝えてくれないか？私は謝罪してくるから、君たちは一旦別々の部屋に待機しなさい。敏夫くん、君は大事な一人娘を傷つけた。覚悟しておくように。さすがの敏夫もかなり慌てているようだった。母さんはただのバスへのスナックのママだろ？なんでそんなに肩を持つんだよ。まだ理解が及ばない敏夫に弥生はため息をついた。あなた、お母さんの何を見ていたの？あなたが進学して社会人になれたのは誰のおかげなの？うるせえ。俺は被害者だ。俺は悪くない。どうしていつも邪魔をするんだ。俺だって普通の家庭に生まれていれば、裕福な家庭に生まれたお前には絶対にわからねえ。敏夫の頭の硬さに聞いているこちらもうんざりしてきたが、それでも弥生の父親は根気強く語りかけた。そうは言っても現実は待ってくれない。覆水盆に帰らずだ。いい加減に現実を受け入れるんだ。自分の身勝手でどんな状況になっているかわかるか？今回の結婚式は来てくれる人たちの手前500万はかけている。敏夫の声は電話越しでもわかるくらいに震えていた。俺、どうしたらいいんだよ。友達にも今回の件は広まっただろうし、そんな金ねえよ。今回の費用もお父さんが持ってくれたから、奮発して豪華にしただけなのに。敏夫さんもお母さんの方をもっとしっかり見ていればよかったね。父さんが認めるって相当なことよ。敏夫さんさえしっかりしていれば、今頃私は優しい朝子さんと仲良くなれたかもしれない。あなたがついた嘘でたくさんの人が傷ついた。絶対に許さないからね。ドアの閉まる音が聞こえる。源一郎さんが続ける。実は今、朝子さんと通話中なんだ。何か言いたいことがあるなら言ってみたらどうだ？私は電話を握りしめ、敏夫の言葉を待った。あ、お母さん、ちょっとやばいんだ。助けてよ。ああ、結局こうなったのね。悪いけど、母さんができることはないよ。はっきりと言うべきだと思い、私は敏夫を突き放した。なんでだよ。母さんから誤解を解いてくれればそれでいいんだよ。ここさえ乗り切ればお金はなんとかできる。
だから、かわいい我が子のために頼むよ。確かに、かわいい息子だったよ。じゃあ。急に甘えた声を出す敏夫に、私は腹をくくって言葉を続けた。勘違いしないでちょうだい。さっきも言ったけど、最後まで話を聞きなさい。もう過去形なのよ。敏夫はかわいい息子だった。あなたが言ったように、私もこれからを大事にするわ。そう考えたとき、お得意様に嘘なんてつけないの。私だって義理人情もあるけど、ビジネスでもあるからね。じゃあ、あとは自分で何とかしなさい。私の子供ではあるけれど、世間では立派な大人なんだから、頑張ってね。そう言って電話を切った後、敏夫の連絡先を着信拒否にした。ちょっと寂しいけれど、これも息子のためである。これでダメならもう救えない。あれからしばらくして、この事件に詳しい人から後日談を教えてもらった。その後、源一郎さんが優秀な弁護士を用意し、敏夫は結婚費用、慰謝料を合わせて800万を支払うことになったそうだ。源一郎さんは式場の費用を一旦立て替えて支払い先を一本化した。一見優しく見えるが、単に式場も被害者であることと一本化してこき使うためらしい。朝子さんを悲しませた罪や思い、決して逃がさんと張り切っていた。どうしてこんなに詳しく教えてくれるのか。それはこの情報提供者が何を隠そうあの弥生さんなのだ。あれから源一郎さんが娘を連れてスナックを訪れてきた。はじめは戸惑ったが、弥生さんは今では常連で、時には母親のように慕ってくれる。まさかこの年になって娘ができるとは。敏夫も本当にもったいないことをした。いや、敏夫にはもったいないか。話せば話すほど本当にいい子で、次に結婚したい人が見つかったら、朝子さんにまず見てもらうと言ってくれた。私もいろんな人を見てきたから、変なやつは私が追い払ってやる。いい人には人が寄ってくるのだ。それは悪い人も含めて。悲しいことにその悪い人に息子が当てはまってしまったのだ。逆に悪い人にはいい人は寄ってこない。悪い人だけが寄ってくるのだ。だから救えなくなっていく。この世のすべての悪い人にも親がいる。これでもまだ私はマシなのかもしれない。このレベルでもこんなに辛いのだ。報道されるような悪さをした親はどんなに辛いんだろう。当たり前や普通が一番難しい。今回はそれを痛感した。あれから敏夫は花形の営業を外され、地方の出世コースが絶望的な部署にいる。クビになっていた方がマシだったかもしれない。あんな大金の返済を終えるまで一体何年かかることやら。しかも山奥の社宅だから逃げようがない。ちゃんと話を聞いて正直に生きてれば、今頃はいい奥さんと地位が得られたと思う。私はいつまでも過去にとらわれずに、高橋さんと前を向こう。唯一の息子は失ってしまったけど、娘みたいな弥生さんがいる。それに、高橋さんも実は再婚で、高橋さんそっくりな息子さんがいる。最近、その息子が弥生さんといい感じなのだ。今度こそ本当に娘になるかもしれない。この間も敏夫から復縁の電話が来たらしいが、息子さんのことを伝えたら、電話先で大泣きだったそうだ。泣きたいのは弥生さんだというのに、これからも私は誇りを持ってママを続け、みんなを守りたい。今日は高橋さんと源一郎さん、2人で祝い酒を飲みにやってくる。
お互いの子供の門出を祝うために、今日くらいはとことん愚痴も聞いてやろう。と思いながら、私は今日もカウンターに立つ。